皆さんこんにちは、うりです。今回は Vlog でもたびたび登場している私が日々使用している手帳やノートの使い分けについて紹介したいと思います。少しでも参考になったら嬉しいです。紙の手帳やノートに書くことはたくさんの効果があると思いますが、特に私が実感していることは次の3つです。1つ目は頭の中が整理できるということです。頭の中でぼんやりとしている考えを書き出すことで、自分の考えを客観的な目線で整理することができます。2つ目は目標達成の手助けになるということです。目に見える形で日々記録を残すことで、目標達成の意識づけや進捗確認、モチベーションアップなどに効果的です。3つ目は物として手元に残ることです。自分で手を動かして書くことで、記憶にも残りますし、その分愛着が湧きます。過去の自分が残した思い出の品として、後々楽しく振り返ることができます。また、手帳やノートに書くことを続けていくために、何より大切なことは、毎日書けなくても気にしないということです。完璧にやろうとしたり、決まり事を作りすぎたりすると、逆に続かなくなってしまいます。ゆるーく楽しく、途中で書けない期間があっても気にしないことが長続きするポイントかと思います。それではここからは私が使用している手帳やノートについて具体的に紹介していきたいと思います。ここにある10冊が私が主に使用している手帳ノートです。といってもこの10冊すべてを毎日書いているわけではなくて、用途に合わせてそれぞれのノートに必要な時に記入していっています。ではまず私が毎日記入しているこちらの4冊について紹介していきたいと思います。まず1冊目はこちらのモーニングページに使用しているノートです。私はほぼ日の放課ノートというノートに毎日記入しています。モーニングページは朝起きてすぐに頭の中に浮かんだことをそのままノートに書いていくという作業になります。モーニングページの効果は視覚的に頭の中をアウトプットすることで頭の中が整理されてすっきりと一日を始めることができるという効果があります。イライラや不安などで頭の中がいっぱいになってしまっている人に特におすすめの手帳術です。続いてはトゥードゥーリストを書き出している手帳の紹介です。私はロルバーンダイアリーの M サイズを使用しています。こちらは毎日その日のトゥードゥーリストを書き出している手帳です。見開き1ページを8分割して1週間分のトゥードゥーリストを書き出せるようにしています。空いた1マスについては1週間のうちのいずれかの日にちにやりたいことを記載しています。実行したタスクにチェックをつけていくことでより達成感が得られるのでとてもおすすめです。複数の月を一覧で見れるページについては YouTube の登録者数の推移を毎日記載していて、マンスリーページについては YouTube にいつ動画を上げたかを記録しています。続いては毎日簡単な絵日記をつけている手帳です。こちらはほぼ日手帳の本というタイプを使用しています。絵柄は久保田博子さんの三日月配達という絵柄になります。三日月を配達している狐と手紙をポストに出している猫ちゃんの絵柄がとっても可愛い一冊です。1日1ページタイプの手帳なので日めくりカレンダーを貼り付けて簡単な絵とコメントをつけて毎日記載しています。こちらの手帳はあまり時間をかけず毎日 2,3 分で書くようにしています。ちなみに日めくりカレンダーはペーパーメッセージの毎日違う絵柄の日めくりカレンダーです。マンスリーページなどもついているのですが、こちらはあんまり使用できていません。専用の下敷きも持っていて、こちらはオーロラ当番という絵柄になっています。オーロラの旗を振る白クマがとても可愛い絵柄です。続いては日々の行動ログを記入している手帳です。使用している手帳はコクヨから出ている自分手帳ライトを使っています。表面がサラサラしていて触り心地がとてもいいです。バーチカルページにはその日の行動ログの他に天気、気温、
食事の内容、体調を記録しています。一番上にはその日の天気のマークのところに丸をつけて最低気温と最高気温を記入しています。行動ログの部分はペンで色分けをして何時に何をしたか分かりやすくなるようにしています。食事については朝昼夜の他に間食についても記入しています。体調については表情のマークがあるので、そこに当てはまる部分に丸をつけて一言体調についてコメントを書いています。続いてはマンスリーページについてです。私はいろいろとスキンケアを試すのが好きなので、その日の肌の調子を記入して朝と夜使用したスキンケア用品をメモしています。マンスリーページの下の欄にはハビットトラッカーに最適な欄が用意されています。私はここに毎日習慣にしたい事柄を記入して毎日できたかどうかをチェックするようにしています。この手帳には数ページフリーリストのページがあるのですが、私は思いつくままに今年中にやりたいことを箇条書きで記入していっています。以上が私が毎日記入している4冊です。続いては用途に合わせて必要な時に記入している4冊について紹介します。まずはコモンプレイス手帳のように使用しているこちらのノートについて紹介します。使っているノートはロディアのゴールブックです。コモンプレイスというのはもともとは平凡なありふれたという意味を表す英単語です。どういう用途に使うかというと、ノージャンルで様々な情報をまとめておくために使うノートです。私は YouTube に上げる動画のアイディアを書き留めておいたり、その時興味がある物事について調べた内容をまとめたり、自分の感情や思考を整理してアウトプットしたり、その時欲しいものをリストアップしたりなど、本当にいろいろなことをノージャンルでこのノートにまとめています。このノートがあることで過去に自分が興味のあった物事やどんなことを考えていたかなど振り返ることができるのでとても便利です。すべてのページにページ番号が振ってあり、先頭に目次を書くページが用意されているので、ページ番号と簡単な内容を書き込んでおくと後から振り返りやすいです。続いては旅行や出かけた時の思い出を記録しておく手帳です。使っている手帳はロルバーンダイアリーの L サイズです。ここにはその時訪れたお店の情報であったり、泊まった宿についてだったり、印象に残ったエピソードだったりをまとめています。どこまで書いたかわかるようにロルバーン専用のインデックスを取り付けています。それぞれのページについては後で振り返った時に楽しいようにシールやマスキングテープ、カラーペンなどで可愛くデコっています。あとはチケットの半券や航空券なども貼り付けると後から振り返った時に面白いと思います。先頭のマンスリーページにはいつどこに行ったのかを記載しておくと後から振り返りやすいです。旅行などの思い出ってなかなか形には残らないので、このようにまとめておくのも楽しいかと思います。続いては自炊の記録をまとめておく手帳です。使っている手帳はロルバーンダイアリーの M サイズです。マンスリーページには自炊した日付のところに何を作ったか記載しています。そしてフリーページのところに作った料理の名前と簡単なレシピや一言メモをまとめています。こちらの手帳についても書き込んだ最後のページのところにインデックスをつけています。こういった風に目に見える形で記録しておくと何度も作っているレシピがわかるし、新しいレシピに挑戦するきっかけにもなると思います。続いてはすぐにメモしたいことがあるときに使うノートです。
使っているのはサニーライトノートです。ノートとカバーがセットになって売っているもので、ノート部分は書き終わったら新しいものに取り替えることができます。しおりもついているし、ペンホルダーもついているのでとても便利です。ちなみに私はユニボール 1P というボールペンを使っています。ノートのサイズ感にちょうどいい大きさで気に入っています。こちらのノートには改めてノートにまとめるほどではないけれど、ちょっと覚えておきたいことについてとっさにメモするように使っています。その中でも特に覚えておきたい物事については後から先ほど紹介したコモンプレイス手帳に改めてまとめることもあります。こちらのノートは小さくて軽いので持ち運びにも便利だと思います。以上の4冊が毎日ではないけれど必要に応じて書き込んでいる手帳やノートです。続いては最近出番が少なくなっているものの紹介しておきたい2冊です。まずこちらは自分が好きだなと思う物事を書き留めておくノートです。ノージャンルで自分の心が動かされる物事を書き溜めていくことで、自分という人間の輪郭がはっきりするような気がして続けています。続いてはがっつり日記を書きたくなった日に日記を書く用のノートです。使っているのは緑の MD ノートブックで専用のカバーをつけて使っています。紙質がとっても良くて滑らかな書き心地で、紙にこだわりのある人はぜひ使ってみてほしいノートです。最近はあんまり書き込めていませんが、特別な日記を書き留めておくノートとしてこれからも取っておきたいと思っているノートです。以上の10冊が私が使っている手帳ノートになります。ちなみに普段の予定などはライフベアというアプリで管理をしていて、読書の記録は Notion というアプリで全て管理するようにしています。最後におまけでおすすめの文房具を紹介します。まずは紹介するまでもないと思いますが、いつも手帳を書くときに一番使っているジェットストリームです。油性ボールペンでは圧倒的に書きやすいと思っています。私は 0.5 ミリがお気に入りです。続いてはユニボール1です。こちらはゲルインクボールペンで黒の色が濃くサラサラと書き心地もいいです。見た目も柔らかな印象の優しい色合いが多く、とてもお気に入りです。続いてはマイルドライナーです。おしゃれな絶妙な色が多く、手帳をデコったり文字を強調したりするのにとても便利です。ペン先が筆のようになっているバージョンもあるので、そちらも用途に合わせて使い分けるのもいいかと思います。続いてはクリックアートです。こちらはキャップではなくノック式のカラーペンです。キャップをなくす心配がないのがとても便利です。色も絶妙なおしゃれな色が多く、書き心地もとってもいいです。続いてはカラードットマーカーです。こちらはセリアで2本セットで売っている商品になります。その名の通り、ペン先がドットを打つのにちょうどいいペン先になっていて、手帳をデコったり箇条書きにするときに先頭にドットを打ったりするのにとても便利です。続いてはドットライナーフリックです。コロンとした小さな見た目と蓋を片手でずらして使う形状になっているので、蓋がなくなることもありません。ペンケースの中で開くこともないので、とても使い勝手のいいテープのりです。最後はポチット6です。こちらは小さなスタンプが6つ連なっているものになります。ポチッとボタンを押すようにスタンプを押すことができ、手帳やノートのワンポイントに最適です。
様々な絵柄が売られているので、お気に入りの絵柄を見つけて手帳やノートに使うのもいいと思います。以上が私の手帳紹介でした。何か参考になったら嬉しいです。それでは最後までご視聴ありがとうございました。